やっほー、キキです。先週は皆さんどんな1週間を過ごされましたか？今日は久しぶりのおうち画角なんですけれども、嘘か本当か、マレーシアに住んでみて分かったこと5選をお送りしたいと思います。私はマレーシアの大学に入学するまでマレーシアにもちろん住んだことなかったですし、マレーシアってどんなところか分かってなかったんで、エージェントさんの情報だったりネットの情報ぐらいしかマレーシアについて知る術がなかったんですけど、マレーシアに来る前に聞いてたのに住んでみたら意外と違うって思ったこととかも結構あって、それを今日は皆さんにシェアできたらいいなと思います。まず1つ目、これはもう他の動画でも結構言ってるんですけど、マレーシアは生活費が安い。これは本当です。マレーシアは約日本の2分の1から3分の1ぐらいの生活費で生活できるって言われてるんですけど、結構あながち間違ってなくて、例えば家賃で言うと、私最近引っ越したんですけど、キッチンはシェアしていて、個別のバスルームとトイレでクイーンサイズのベッドで地上30階の部屋なんですけど、それで今家賃が780リンギット、日本円でいう2万円ちょいぐらいなんですけど、大学もすぐ近くでシャトルバスが出てるので、日本の東京とかで学校が近くて同じような条件で探そうと思うと多分2倍とか3倍の家賃がかかると思うんですけど、家賃だけでもそんな感じですし、私は携帯は月々30リンギット、約1000円ぐらいのプランを毎月購入してるんですけど、それでデータ通信し放題で、モバイルデータ通信が6ギガまでシェアできてっていう感じで、携帯のデータが見放題で1000円切ってるっていうのは日本よりも安いんじゃないかなと思います。あと個人的には年中夏のフルーツがたくさんあるので、個人的にすごくいいなと思ってます。2つ目のポイントは、これは私が留学行く前にエージェントさんに言われてたことなんですけど、マレーシアはイスラム教の国だから短パンやミニスカートなど肌をあまり露出した格好は良くないって言われてたんですけど、これは嘘です。嘘って断言できるほどではないんですけれども、少なくとも首都クアラルンプール近辺に住んでいるんだったら全然 OK です。もちろんムスリムの女性は長袖から長袖、下も足を隠すような服装をしている方がもちろん多いんですけれども、私が住んでるあたりでは中華系マレーシア人のローカルの子は普通にすごいミニスカ履いてますし、短パンで外に出てますし、でもそれですごい白い目で見られたりとかするわけじゃないので、全然短パンとかミニスカートとか履いても OK です。ただ田舎の方だったりとか、あとは何かしら宗教にゆかりのある場所に行く場合は控えた方がいい場所もあるので、そういう場所ではマレーシアに来る際は短パンやミニスカートだけじゃなくて、長ズボンだったり長袖だったりっていうものも持ってくるといいと思います。そして3つ目、マレーシアは親日国である。これは本当です。政治とか外交とかいう話じゃなくて、一般の人たちの日本人に対する捉え方だと思うんですけど、私は日本人だからって言って悪い扱いを受けたり差別を受けたりっていうことは一切なくて、逆にどこから来たのって言って日本って言うと、あ、僕もジャパン好きとか、あ、私よくアニメ見るよとか、そういう風に日本だったり日本人をすごいウェルカムな気持ちで迎えてくれてる人が多いように感じてます。実際今私の近所でジャパンフェスティバル的なものがあったりとかして、日本の文化が好きな人だったり日本の言語が好きな人がたくさんいて、日本人って言うとありがとうって言ってくれたり、アニメの話をたくさんしてくれたり、そうやって生活の中で日本人や日本っていうものが愛されてるんだなって海外でも感じてます。続いて4つ目、マレーシアはみんな英語ができる。これは8割方ぐらい本当なんですけど、残り2割ちょっと違うところもあって、皆さんももうご存知かと思うんですけど、マレーシアはマレー系だったり中華系だったりインド系だったり、いろんな民族や部族の人たちが生活していて、それぞれが独自の言語を持ってるので、家庭ではその言語を使うことが多くて、その影響もあってか英語をできる人がとても多くて、私はマレーシア語はできないんですけど、英語だけで1年以上生活できてるので、そういう意味では英語を使って生活する国、英語を勉強できる国としてもいいと思います。ただ実際に生活してみて思ったのは、マレー語も結構使われてるってことで、例えば駅の構内ではマレーシア語と英語と両方でアナウンスがあったりとか、あと地名とかもやっぱりマレーシア語なので聞きなじみのない地名とかが多かったりします。あと私は先週からインターンシップが始まってるんですけど、私のインターンシップ先はマレーシア人の人がほとんどで、もちろんマレー系のマレーシア人の方だったり、中華系のマレーシア人の方だったり、インド系のマレーシア人の方だったりがいるんですけど、その中で英語とマレーシア語を混ぜて喋ってるっていう
いう状況が結構多くて、なんか最初英語で話し始めたなと思ったら突然もうマレー語に変わってたりとか、現地の人の間ではマレーシア語もたくさん使われています。またマレーシア語しか喋れないって方もごく一部なんですけどいて、私のマレーシア人のクラスメートでも中華系の学校に行ってたから英語があんまり上手くないんだ、英語にあんまり自信がないんだっていう子もいました。あとマレーシアは皆さんが思ってるよりも訛りがすごいあるので、アメリカン・イングリッシュで教育を受けてきている日本人にとっては聞きなじみのないアクセントが結構多かったりするので、慣れるのには時間がかかると思います。ただ安心してほしいのは、都市部で英語だけで生活する分には何の問題もないので、安心してマレーシアに来て英語を勉強してください。そして最後5つ目、マレーシアは発展途上国である。これも半分本当半分嘘みたいな感じなんですけど、もちろんマレーシアは発展途上国だなって感じることはたくさんあって、例えば結構ずっと長いこと道路が工事中だったり、高速道路が建設中だったりとかして、まだまだ都市が出来上がってるなって感じる部分もあったりとか。でもクアラルンプールの中心地に行くと、本当に私大阪出身なんですけど、大阪でいうと梅田とか大阪の本当に中心部みたいにすごいたくさんビルが建ってたりとかするので、発展途上国にいるのを忘れてしまうような感覚もあったりします。ただ熱帯に属している国なので、ちょっと田舎に行くと本当に森の中でも生えてる植物が違ったりとか、あと都市部からもちょっと路地に入ったら出店みたいなマーケットが並んでたりとかするので、皆さんがイメージする発展途上国っていうよりかは本当に発展途上なので、なんかすごいそれがどんどん変わっていってるような感じを体験できるのがマレーシアの面白さかなと思います。ということで今日はマレーシアに実際に住んでみて分かったこと5選をご紹介しました。もし皆さんがマレーシアってこんなとこだって聞いたけど本当はどうなのっていうのがあったら、ぜひコメント欄で教えてください。チャンネル登録者数が嬉しいことに600人を達成しました。皆さんいつもありがとうございます。もっと頑張って伸ばしていきたいなと思ってるので、チャンネル登録と高評価のご協力よろしくお願いします。よかったら友達にもシェアしてみてください。それではまた次の動画で。チャオー。